このチャンネルではイヤホンのレビューを音と波形と言葉でお伝えしています。こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。今回は有線中華イヤホン KZ のニューモデル ZAX と ZSX の音収録、比較、レビューになります。手持ちのモデルの中で比較対象を検討した時に ZSX しか思いつかなかったので 5BA プラス 1DD vs7BA プラス 1DD ということで ZAX を軸に進めていきます。VS の形をとってはいますが優劣をつける意図はありません。比較をすることでそれぞれの特徴を分かりやすくするのが目的です。外観、装着感。ZSX より少し小ぶりで ZSN とか ZSN Pro X と同じ形に見えます。装着感はファイナル E タイプの小さめのイヤーピースをつけて少し奥まで入れているので耳からはみ出すこともなく重さも特に感じず何も問題は感じません。音圧。まず最初に感じたのは音がでかいということです。こんな音圧必要なのかなと。スマホで再生しやすいのはありがたいことですがファイナルの E シリーズの半分ぐらいのボリュームレベルで十分なのですから、なんだかかつての CD とかテレビコマーシャルでの音圧戦争を思い出してしまいました。ドライバー構成の違い。中域を構成する BA ドライバーに違いがありますね。ZAX の方にボーカル帯域のディテールを強化する中間域ユニット30019というドライバーが搭載されていますが、その恩恵を受けているのかどうかは聞いてもはっきりわかるものではありませんが、ボーカル主体の曲を何曲か聴いてみると ZSX よりクリアに出ている気がしました。周波数特性の違いのバランスが要因かもしれません。同じボリューム設定の時の出力音圧レベルの違いを測ってみました。LKFS、ZAX-16.0、ZSX-19.1 で3dB ほどの差があり ZAX の音はとにかく大きいです。ちなみに今手持ちで一番音が大きいと感じる AS16 は LKFS-12.1 でやはり圧倒的に音が大きいです。これを忘れて AS16 に交換して音出しするとかなり耳がやられます。では音質比較動画フェーズ01です。Climbing up, wait for me, getting there, trusting me, letting go, feel the sound, giving up, I'm falling down, climbing up, wait for me, getting there, trusting me, letting go, feel the sound, giving up, I'm falling down.周波数特性。 ZSX を継承しているようにも感じつつ ZSN Pro X にも似ている部分があります。これは波形からも聞いた印象でも感じました。波形での比較は低域 100Hz 以下 ZSX よりわずかに出ているように見え、聞いてみると最初に低域に気を引かれました。 ZSX に比べて存在感が増し、なおかつ輪郭が引き締まって聞こえます。 100Hz から 200Hz 付近、ここは ZSX、ZAX ともに同じレベル。低中域、中域、中高域 200Hz から 2kHz 付近。若干 ZSX の方が膨らみ、マックスでの差は数字的には 1kHz 付近の 2dB 前後ですが、聞いてみると、例えばピアノの C4 から C5 が中心のアドリブなどでは ZSX の方が忠実に再現しているように聞こえます。ですが抜けの良さに差を感じ、ZAX の方が若干すっきり聞こえる印象です。
2kHz から 5kHz 付近。若干 ZSX の方が膨らんで見えます。5kHz 以上。ここからは ZAX の方が出ていて、全体的に明るめのサウンドになっているのは 8kHz 付近のピークから来るものかと思います。聞き比べるとすぐにわかる違いがあります。ZSX はここを少し抑えたチューニングになっていて、中域が ZAX より少し膨らむ関係で音数が多く感じます。ZSX を TRN-BT20S で無線化して毎日聴いていてすっきりした印象に感じていた時の波形がこれなのですが、高域、中域が ZAX のようなカーブになっていたのが要因だと思います。無線化した ZSX を気に入っていて、その波形が ZAX のようだったということは驚きですが、ということは個人的には ZAX の音の傾向が好みだということになります。リケーブル。最初は高域がきつめに感じたので DRN16 コア銀メッキケーブルにリケーブルしてみたところ、上の波形のように変化があり、高域が少し落ち着き、レオトが若干マイルドかつ空間が広くなったと感じられるようになりました。太めのケーブルを使ってみたくて、お試し買いで800円ぐらいの安価なものなのですが、なかなか気に入りました。新しいモデルが出ると進化という言葉をよく目にします。新ドライバーの開発、配置、ハウジング、システムの材質、ネットワーク回路の見直しなど様々で全て音質に関わってくることですが、それを踏まえた上で KZ の ZS シリーズハイブリッドは初期の頃に比べて中域を残すバランスにも気を使ったチューニングモデルが増えてきたように感じます。個人的見解ですが、低域も高域も出して中域をあまり削らなければ音は足し算的に盛り付けられ、結果音圧も上がってしまうのかなと思います。制御しないのか、それとも意図的なのか。もう少し落ち着いた音の傾向のシリーズがあっても売れる気がするんですが。では音質比較動画フェーズ02です。Pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. ZSX と比較したトータルな印象。音情、空間表現。ZAX は ZSX に比べて音情が一回り広く感じます。頭の中に球体の空間があるようなイメージで、その空間の広さのことだと思っていただければ。周波数特性との関係性は主観ですが、次のようなものだと考えています。中域の引き具合、程よく弾いていることで音が整理されたように聞こえる。高域の伸び具合、残響音がしっかり聞こえることで感じる空間。BA ドライバーの数と役割の設計の違いにもよると思いますが、音が分離して聞こえると感じられることが広がりにもつながっていると思います。ZSX で満足できていたはずなのに、聞き比べてみると ZSX が若干こちんまりして聞こえてしまいました。分離、明瞭感。まず ZAX の低域の存在感と輪郭の際立ちが印象に残ります。高域は一枚迷路をへがしたようです。最初はちょっときつめに感じました。低域の輪郭が際立った存在感と高域の元気の良さが ZSX を一回り大きくした印象でした。KZ サウンドはそんなに急に変わらないだろうから、新しいモデルだからといって飛びつかなくてもいいかなとは思ったのですが、
結局すぐに注文してしまい、聞いてみた当初は小域がきつく感じてあまり良い印象ではなかったんですが、期待外れではなかったし、2ケーブルでかなり聞きやすくなりました。これから買うなら、今どちらもお持ちでない方が ZSX か ZAX を買うなら、やはり ZAX をおすすめしますね。アリークスプレスでクーポンなどうまく使って5000円台で買いました。Amazon だと7000円台でしたね。KZ に興味があって、まず何を買おうか迷っている方が出費を抑えたいなら、あれこれ買わずに ZAX をポンと買ってしまうのが得策かと。逆に、それまでの KZ の変遷を知りたいのであれば、出費はかさみますが、いろいろなモデルを買って、最後に ZAX を買うのがよろしいかと。今回の比較は、あまり決定的な違いはなかったように思いますので、ZSX をお持ちの場合は、もっと ZSX を聞き倒してもいいのかな、とは思います。私の場合は、ZAX を買わなければレビューできないし、ZSX は無線化専用モデルとして活躍の場所があるので、良い形に収まりましたが、状況に応じてご判断いただければと思います。ということで、KZ、ZAX、ZSX の音収録、比較、レビューでした。今後もいろいろアップ予定ですので、お楽しみに。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方は、ご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で、ご視聴ありがとうございました。